みさきんとき。魚マークがあります。水産市場です。ウマヅラハギ、マコガレイ、マサバ、マグロです。というわけでこんにちは。前回は京都から来た山港といった人生初の卸売市場の様子をご覧いただいたんですけれども、今回からはその魚がどうなったのかをご紹介しようと思います。新たな包丁ですか？いや、これ違う。ズームもできる。すっげえ色。これすごい綺麗だな。まずは比較的慣れているサバから3枚におろしてしめサバにするつもりです。新しいとこんな綺麗なんだね。ちなみにないこれってこれ魚か。切っちゃったけどサバじゃない？違う？これイワシか。イワシかな。これはイワシを食べていたということです。ここで歯ブラシを使って。そうでもさっくんが手でやって、骨が刺さって無理なんですねとか言って。血合いを洗ったら水気をよく拭き取ってここから3枚におろしていきます。ちなみにしめ鯖にするならカマを取る必要なかったんですけど、ちょっと間違って取ってしまったんで、それは焼いて2人でつまみました。もうこれは見るからに新鮮な鯖で、この背中の模様の鮮明さとか身の硬い感じ、あとさっき内臓を出す時のペリペリっていう音ですよね。あれはもうお腹が緩んでると剥がすって感じじゃなくてベローンって出てくる感じになっちゃうんで、こういういい状態をちょっとずつ覚えていくといいのかなという気がします。きれい。こっからさっくんが刺身包丁でやる理由が分かるわ。なんか山港の話にたびたび登場するさくにもいずれ動画に出てもらいたいと思いますが、当面は番頭と組んだ漁港の動画で情報をお集めください。3枚おろしは腹、精製、腹の順が基本。ペレはこういうのは基本に忠実なタイプなので、その順でやります。美味しそうじゃね？めっちゃ。ちょっとあれだよね、身が。兄がこんなとこについてちょっと。お前何やってんだよそんなとこで。とりあえず、しめ鯖を。めっちゃ振るね。こんな感じなんだ。ここから塩を振って水分を抜き1時間、塩を流して酢につけてまた1時間。なんかでもおっちゃんイカのなんかやれって言ってたよね。なんだっけ？塩辛ね。塩辛。その後アニサキス対策で冷凍して1日から2日でしめ鯖の完成です。これでちょっと傾斜をつけてこんな感じで冷蔵庫に置いて1時間かな。冷蔵庫に投入します。どうする？これやってみる？マグロもう切っちゃう、やってみますか。というわけで2番目に今回の目玉メジマグロを処理したのですが、これは次回のメインにしたいと思いますので、今回は簡単にお見せします。切れてなかった。頭と内臓を外し、身はラップをして冷蔵庫に寝かしておきます。こうやってだからこんな感じでいいでしょう。入りました。お次は今晩のメインディッシュ、ウマヅラハギです。今回はペリペリでこうやって剥がれるからきれいカワハギなんだけど、そうなんだ。冬のハギは何といっても肝が美味しいということになっているはずなので、まずはそれを取り出していきます。肝はこいつですよ。これ肝って肝臓でしょ？そうだよね。出てきた。肝を傷つけないようにと慎重になっているため、取り外しにはやや苦労しています。外すとおいっとこんな感じ。もう一匹も同じようにやっていきます。これ一匹確か200円だったかな。とにかくお買い得でした。今回はスムーズに。小さいですね、こっちは。ちっちゃいね。これちょっと外れっすね。ところでその苦玉とやらを摘出してない気もするけど大丈夫なのかな。今見ると下に垂れている茶色い液体がそうだったのではという気もしますが、どうなのでしょう。なんか分かんないうちに消滅したならどこ行ったんだろう。血合いを傷つけてお腹の中を洗うところまでやっておきます。最後はマコガレイです。ヒラメカレイの類で5枚おろしをするのは初めてなのでワクワクしております。黒い面の鱗は金田足でおろしましたが、せっかくならばすき引きの練習もしてみるべきなのではということで試みていますが、ご覧の通りあんまりうまくいきません。すき引きというのは上手い人がやると本当に綺麗で、そういえば最近も博多の料理人謎の板長さんという方のチャンネルで平正のすき引きの動画がかなり人気になっていました。博多は2回しか行ったことがありませんが、食文化が本当に素晴らしく大好きな街なので、また行きたいと常々思っております。
これはちっちゃいカレイが好き引きに向かないということなのか、バチがただ下手すぎるということなのか、よくわかりませんでしたが、いずれにせようまくすけないので、諦めて白麺も金だわしにしました。ちなみにこの下処理は市場から帰ってからすぐやっていて、バチらの眠気はピークに達しており、口数も少なくなっています。ミゲル君が起きてくる気配はありません。内臓出すと。左ヒラメ、右カレイ。この白い面を下にすると、カレイは顔が右側に来ます。綺麗な白い何かが出てきたんだけどさ、これって何？白子？これが白子？全く予期していないことに白子が出現してしまいました。こういう内臓の類をおろした状態で買ったら絶対に出会うことがないものなので、まるで魚を買うからこその楽しみという感じがします。何かがあるよね。ニガ玉を取って、これ白子だよね。ここから白子を取り出すのに異常に苦労しました。白子だね。真っ白な姿形は見るからに美味しそう。しかし存在に扱ったらすぐにでも中身が漏れ出してしまいそうということで、出てきちゃった。手がすくみます。そうそう、これが白子なのかもわからないけど白子だよな、これ。しかし今から思えば同日に縁からちゃんと下ろしていけば、おのずと白子は摘出できたのではないかという気もしますが、初めてのことなんで経験と思うことにします。いずれにせよボロボロになってしまった部分は皮一枚で身はなかったと思うので、はい。白子ですね、これ。結果オーライでしょうか。試合に傷をつけて洗います。ほとんど白子で埋め尽くされていたという。でもカレイの白子自体がなんかそんなよく知られているっていう話は知らないよね。年末から年明けにかけたらしいよ、旬白子が取れるのは。そうなのか。よし、じゃあまずは背骨に沿って、ここにたどり着くまでにだいぶかかりました。いよいよ5枚おろしです。うまいって綺麗。また入れると、この5枚おろしは尻尾からやる人、頭からやる人いろいろみたいですけど、何回も練習してやりやすいやり方を見つけていくのがいいんでしょうね。ちなみにこのカレイで感動的だったのは、買った時のみならず家に帰ってからも口がパクパク動いていて、さばいてる時に動いたら嫌だなと思って、さすがにそこまでではなかったですけれども、もともと釣りとかをするわけではないワチはそんな鮮度の魚を扱ったことないんで感動しました。ワチも山子も眠そうなんで、2月8日現在のワチが話をつなぎますけど、ヒラメやカレイというのは稚魚の時には普通の魚と同じ形をしているらしいですね。はい、1枚目で、続いてこっち側、黒側の、それが成長するにつれて左か右かどっちかによるらしいです。なんで稀に勘違いしちゃう個体もいて、左ヒラメ右カレイの原則に従わないやつも出てきちゃうらしいですね。あとわちは最近魚菓子三代目という漫画にハマっていて、そこでも言われていたんですけど、よいしょ、これが2で、白側のヒラメは種類が少ないっていうかヒラメしかいないのに対して、彼は無数に種類があって、慣れている人でも結構見分けるのが難しかったりするケースもあるらしいです。登場人物のかなり魚に詳しいはずだけど性格はズボラみたいな感じの人物が、これは何ガレーだとか聞かれて、そんなのわかんねえですよみたいな感じになっていて、業界人の中でもそういう風に言われたりする魚なのかなと思ったりもしました。あともう一つ言えば、ヒラメがよく寿司ネタになったりするのに対して、カレイは少なくとも大衆魚としては煮付けとか加熱用のイメージですけど、どうやらこのマコガレイというのは刺身にしても美味しいカレイということになっているようです。これすげえ立派だな、なんか立派だね、ひなの骨が。なんとかした処理を終えました。とりあえず寝ます。でもうすぐ夕飯です。マグロとしめ鯖は翌日以降に取ってあって、ウマヅラハギの刺身をメインにしようということは決めていたんですけど、この時わちはとあるリスナーさんの方に、魚で何が美味しいと言って内臓だろうと言われたばかりでして、いや考えたこともない、そんな世界があるのか、それは学ばではならんということですね。考えてみたらウマヅラハギの肝っていうのも内臓なわけですし、新鮮な魚だからこそ内臓も味わえるわけなんで、ここはとりあえず食べられそうな内臓をひたすら集めて調理しようということにしました。で、これはマグロの胃袋、腸とその区別がつきませんけど、とにかくそれを塩もみして、しごいて、湯引いて、で、酢味噌をかけて食べることにしました。で、右奥に見えるのはマグロのその他の内臓ですね。この中で肝臓は後で出てくる煮物に入れます。で、今切っているのはこれがマグロの心臓。これもどういう順番がいいのかよくわかりませんでしたけど、とりあえず切って軽く血抜きをして、で、塩振って臭みの処理をして、茹でて、腸と一緒に酢味噌和えにします。で、あと氷につけてあるのがウマヅラハギの肝ですね。
普段なら肝大丈夫かなってちょっと不安に思ったりしますけど、この並びの中だと萩の肝は圧倒的に安全な食材に見えます。で、お次はこれマグロの頭です。魚の頭を割るときは口に包丁を差し込んで脳天の側から切るのが上等手段です。で、これを含めもう一品は魚の頭たちの煮付けにしようと思っています。下顎の部分はもう肉がないので切り落としてしまって、これもね、結構うまく切れなくて大変だったんですけど、これで大体いいですかね。で、ついにあれだけ苦労して取り出した白子です。塩を軽く振っておいて、この後加熱します。煮付け用の奥がマグロ、そして馬面はぎ2体でカレイです。これも塩してちょっと水分を浮かせて、後で湯引きしてから煮付けていきます。サバの頭はね、さすがに捨ててしまったんですけど、なかなか面白い眺めですよね、これ。というわけで下準備完了です。手前がすでに完成した腸と心臓の酢味噌和えですね。で、これ取るの下手くそすぎて全く見えないんですが、これは馬面はぎの肝です。10秒か15秒ぐらいお湯に通します。で、次に昆布だしの中に白子を入れます。で、これは沸騰させずに低温で火を入れていきます。で、酒も入れまして、ゆっくりと加熱していくと。この辺からわちもどんどん余裕がなくなってきまして、めでたいクリスマスの時同様、映像はキレキレです。それどころかダイジェストもありません。特にですね、馬面はぎがメインだという風に言ったんですけれども、その刺身を切るところは取れていません。だから今回は刺身がどうのこうのというよりも、要するに内臓ですかね。キモキモコースということで、とにかく内臓を調理しまくっているというところを見てもらえればいいかなと思います。しかし今回やってみて分かりましたけど、卵とかそういうところも含めてお腹の中から出てくるものは外からじゃもう分かんないんで、偶然にすごい左右されるし、その都度都度で判断しなきゃいけないところが面白いところですかね。鮮度だって外から見た色艶は良かったけど、内臓開けてみたら存外古かったなんてこともあると思いますし、だから内臓には天然物を扱うことの難しさと楽しさが凝縮されているのかなという気はしました。白子はこれくらいにして、あとは煮付けをやって、喫茶店に行っていたミゲルと山子の帰りを待ちます。というわけで出来上がりはこちらです。左から煮付け、マグロの糸心臓の酢味噌和え、タコガレイの白子ポン酢、馬面はぎの肝和え、馬面はぎのお作りと。で、さっきの写真にいなくて、新しく加わったこの真ん中にあるのはマコガレイの刺身です。いただきます。うまい、これ茎。心臓です。初。なんかこれが似てるからこれな気がする。ちょっと違うか。全然臭みない。なんか臭みがなくて実際わかんないっていう。ただ格別美味しいって感じでもないね。こっちのなんか胃の方がコリコリしてて美味しい。これは食感だね。なんて豪華なんだ。これは肝じゃん、レバーじゃん。ちょっと煮すぎたな多分これ。多分そのレバーはね、レバー嫌いにはちょっと厳しい。でも本格的なレバーだね。ザ・レバーだね。なんか実はヒラメの頭とヒラメじゃないカレーだ。なんか身が少ないねこいつ。頭でもこうしかない。そういうこと。この2匹がハギの頭と。マグロちゃんはちょっと美味しいな。面白いよこの味。なんかよくわかんないけど。これが主役ポン酢。そんな一気に食べるもんなの？やばいわ。俺それ10分の1ずつぐらい食べてた。ごめんよ。もうちょっと。そして刺身をこんだけ食えたら年越しでしょこれ。こうやってこれ挟んで巻いて。なるほど。巻くのか巻いた方が美味しいかも。でこれが噂のあれですね。カレーですね。そう、カレーどうだろう。これは何だっけ？これは馬面はぎ。これは何だっけ？これも馬面はぎの肝和え。なんかちょっと独特な味するカレーは。でも圧倒的な食感だ。これはいいね。でも俺これが一番いいな。こいつはね美味しいんだけどちょっと身がね口ちっちゃくない？馬面だからか。そう。結構でも凶暴らしいよ。確かに歯は強そうだよね。でも食べれる魚少なくないこいつ。こんな口じゃね。確かにね。凶暴とはいえ。これ馬だよね。出ました。マグロって感じ。この身やっぱねマグロは刺身だね。てかパサパサ感が出る。やっぱりね。赤身なのになんでこんな焼くと白くなるの？血が抜けるから。何なんですか？わからん。赤いのは幻想？目玉ででっか。目の周りの筋肉をもらおう。なんかイカみたいそこ。イカみたい。これ作れんの？なんかイカみたい。馬の骨やん。うまいね。わさびが出てきた。これは何なの？炙った肝を。湯引きした皮。
俺はポン酢やな。前も食べたかった。前も食べたかった。そして食いなかった。あ、これ美味しい。やべえやつだな。ポン酢はこれ。やべえやつじゃねえかよ。これ美味しいね。しかし幸せですな。でもなんかさ、種が全然どうでもないけど、確かに食いついてる。ないよ。なんか、今のわざとなどうしてんだ。いや、まず、一日熟させた方がいいっていうのがなんとなくわかるね。全体的に味がない。あ、確かにね。から、いや特にやっぱカレーに対して思うことだよね、それ。カレーはね、うちに帰っても動いてたからね。え？カレーって多分なんかよくわかんないけど生命力がすごいんだと思うんだよ。死んでないの？死んでる。死んでても動くの？でちゃんとこうもう切られてるのに、切られても動くの？そうそう。脳みそない。脳みそに切れ目が入ってるから。朝めっちゃ辛いねこれ。本格的にいいわさびを買ってきたね、これは。今日の市場で売ってたんじゃない？多分別に高級のとかで買わなくても生からすればさ、絶対美味しいと思うんだよね。ああ、確かにね。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。なんだろう。これ、エラじゃん。なんかちっちゃいエラ残ってるなと思った。食えんの？エラって。いや、食べられないです。裏になんかあるんじゃない？ほら、ビヨーン。食えなくないと思うけど、今美味しいというわけでもないな。ついてもないかついても。我が暮らし。こういいんじゃない？あるね、ちょっとだけ。明日は漬けマグロかな。お！ご飯あれ残ってる。ご飯残ってるよ。マジでサンマルクですげえ楽しかったんだな、クリスマス。なんでこんなことになっちゃったんだろうと思ってさ。確かに出てきたよこれ。あ、なんだよ。食ったことに心臓。なんかさ、刺身を食べた後にさ、米を食べるとさ、醤油臭みが出てくるやん。あれなんなの？なんかあったかくなのかなと思う。でもさ、世の中にはさ刺身定食ってものがあるじゃない。あれ好む人がいるじゃん。刺身と米は全然合わないよね。なんか合わなくないよ。確かにおかわりしてたわな。お寿司だって別に酢飯だしな。わさび買いたいね。そうかな。意見が違う。わさび買いたくない？わさびどうかな。食ったこのわさび。食った。変でしょ？だってこの高級なこの料理たちの中でさ。でも醤油もそしたらあるじゃん。苦ねえ。もう一匹馬面がいんのよ。あいつを煮つけようかな。食う？そしたら今。今もういい？いや、いいよ。どうぜ。どっち？どうぜ。行こうぜ。行く？醤油、酒みりん。行こうぜ。じゃあその間に我々酒を買ってくれようぜ。いや、買ってこいよ。もしも行こうぜ。いや、なんかね、やっぱね、二日酔いになってからね、俺ちょっとなんかね、酒意欲が減退してしまってね。それはさ、なんかさ、わけわからんことしたからでしょ。馬面ちゃんは美味しくない？あ、これ馬面か。こいつ？これもマズラだよ。これ馬面の頭。あ、これ刺身は美味しい。刺身にしようよ。だから肝はもうないんだよね。このさ、これに肝を入れて、で、ポン酢が一番美味しい。そうだね。ポン感想は酢合うよね。一緒ですわ。あれが人生というものなんですよみたいな感じでね。あ、最近でも今日のセブンが1行とかなっててどうしてどんどん減っていくのかっていう、みんなも健康に気をつけましょうみたいな、カップラーメンみたいな刺身がうまかった。なんか肝にすごい味があった気がする。肝がうまいよね、だから結局。いや、明日のマグロが楽しみだ。マグロとしめ鯖はいつ食べれるの？いや、死ぬ気になれば今でも食べられるよ。食べてみようか。ちょっと。アニサキスがいるってこと、死ぬ気になればって。まあそういうことだね。どうすんの？マゼキ？マゼキ。マゼキはね。というわけで、明日はいよいよマグロ。そしてついに新キャラ、アイルランド帰りのマゼキくんをお迎えしてお送りします。ちなみにこの後、酒は誰も買いに行きませんでしたが、馬面はぎは煮つけました。生でも煮ても美味しい馬面はぎの魅力を堪能しました。とさ。